皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2025年4月27日日曜日です。今私は伊勢湾岸自動車道の刈谷パーキングエリアにおります。今日はこれから三重県の焼肉屋さんに向かいます。というのも、今日はそこで送別会があるんですね。で、キャンピングカーの仲間が集まるんですけれども、キャンピングカーに乗るということはキャンピングカーを購入した時点で、日本一周してみたいなという思いが、少なからず皆さんの中にある方が多いと思いますが、もう今回の送別会の相手が日本を2周も回っていらっしゃる方なんです。なんで、いろんな話が伺えるかなと思って今から楽しみにしています。それでは行ってきます。昨夜こちらで夕ご飯を済ませて車に戻った際に知らない方から突然声をかけていただきびっくりしました。その方は埼玉県でキャンピングカーの改造をされているシャドウの前田さんご夫妻です。ご存知の方も多いかもしれませんね。私のお友達も改造を依頼されている方が多いです。とっても素敵なご夫妻で、3年前にも我が家のキャンカーを見かけた話など、翌朝の出発直前まで楽しくお話をさせていただきました。今刈谷のパーキングエリアでシャドウの前田さんと奥様と、ご一緒することができました。突然声をかけていただいてびっくりしましたけど、こんな素敵な縁もあるんだなと思っているところです。我々にしてみると逆に有名人の方にお会いしたの違いが出てた。なんかもうシャドウの前田さんって名前だけしか知らなかったので、こういうご縁もあるんだなと思って今びっくりしています。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。また思わぬ出会いもありました。我が家のレガードはブラック塗装をしておりますが、全く同じブラック塗装のレガードが近くに駐車されていたので、夫が思わず声をかけさせていただき、いろいろな話で楽しい時間を過ごさせていただきました。今刈谷のパーキングエリアでなんと我が家と同じブラックのレガードに会うことができました。それで、お出かけする寸前に声をかけさせていただいて、今少しお話を伺ったところです。同じブラックで、ここも見てほら、ここも同じ今のブラックエディションはこうじゃないので、私たちは特別感がありますっていうことで真似させていただきました偶然の出会いで、先ほどもね別の方と偶然出会いがあったんだけど、今回またブラックのレガードとの初めての会いたいと思ってた初めてのレガードとの出会いが実現できて、刈谷素晴らしい素晴らしいです。今回のオフ会の会場、炭火焼き君屋さんです。ごめん、じゃあ後ろ姿でいいわ。生えたところで。生えたところだけ出してみたらいい。やめて。何入れますか？自慢げに。いや、あと無限だからね。休憩のありがたみ。ね、当たり前に打つんだったら。
すごい遠いよね。今日はね、仙人がもう2年終わって8日に名古屋港から車をねフェリーを出すということで、はい。はい、じゃあ挨拶お願いします。皆さんにお礼の。あ、皆さん本当に知り合えてよかったです。ありがとうございました。おこちらこそ。疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。はい、お疲れ様。4時間。一斉に。あ、すみません。はい、奥へこう、大きいの奥へ。はい。あ、ごめんなさい。バスがない。バスがね。すみません。すぐかくださいね。あ、すみません。餌だけあげんねんで。そうやね。やっとで。それでは、今回、送別会の主役ですね、先ほどお話しした、日本全国約2周ぐらい回られている、上仙人さんです。で、これで、一旦沖縄に一時的に帰りますけれども、また多分いらっしゃると思うんですが、約、全国を2周してるということで、いろいろなお話を伺いたいなと思います。キャンピングカーに乗っているともう夢ですからね、日本一周するっていうのは夢なので、その段階で、いろんな質問をしてみたいと思いますが、まず、そうですね、一番楽しかった場所3選だとどこでしょうか？まあ、北海道は文句なしに北海道としては楽しいですね。広くて走りやすい、それから物が美味しい、夏しか行かないから涼しい、もう文句なしですね、北海道は。その中でも今回初めてしたタウシュベツという橋が良かったですね。タウシュベツというところがなんか冬は水の下にあって夏になると現れるっていう橋があって、そこは楽しかったです。特に楽しかったです。あとは今ちょっと変な話だけど、無料の温泉がいっぱいありますね、北海道は。無料？ほとんどは有料ですけど、無料の温泉がかなりありますね。あ、そうですか。それはもう後で詳しく情報私たちも北海道にね行きたいと思っているので、伺いたいなと思います。海の中にある温泉で干潮になると現れる温泉とかね、満潮だと入られないですね。海だからね。海水、そんな面白い温泉もありましたね。だから北海道は文句なしに面白いです。次にといったらどこでしょう。まあ全体的には九州という言い方はいいのか悪いのか知りませんが、九州もなかなか楽しいですね。特に博多は美人が多いですね。でも九州は私たちもこの間行きましたけど、家族風呂も多いし、温泉が安くていいですよね。別府もですね、観光地用の方がちょっと若干高いけど、ちょっと外れた庶民の温泉行くともう100円200円っていう温泉、そんなとこいっぱいありますね。温泉天国ですね、別府は確かに。なるほど。その中でも一番気に入った温泉は萩の湯の隣にあるという温泉がちょっと良かったですね。あ、そうですか。いや、あともう1点ぐらいどこでしょう？あともう1点はやっぱり長野ですね。長野は文句なしにたまたま知り合った方もいるんですけど、蛍祭りの蛍がもう半端じゃない、すごかったですね。2回行ったんですよね、2周したから。で、去年はちょっと残念ながらまだ少ないけど、一昨年はもうこれ蛍っていうぐらい蛍が出ましたね。そうなんですよ。去年ご一緒させていただいて、ホテルが少なくってね、蛍少なかったんで、ちょっとなんかあれってね、前の年がものすごかったよって皆さん言われてて、今年は楽しみですね。蛍がね、平面でなく立体で出てたんですよ。木に蛍がまとわりつくように出て、クリスマスツリーみたいでしたね。あんな蛍初めて見ました。なかなかあそこもいいですね、長野。山菜も豊富にあるしね、やっぱり長野も良かったし、そうやっていうとベストいくつかっていうのはないんですけど、どこもそれぞれいいところいっぱいありますね。日本なかなか広いですよ。本当そう思います。また次に回るとしたら絶対ここを外せないっていうところどこですかね？外せない、
次に回るときにまたどうしても行ってみたいなと思う場所ってどちらですか？やはり夏の北海道は外しません。あ、やっぱね、北海道はね。それから冬の九州ですね。これも外せないですね。温泉回りしたいですし、あとはどうでしょうね。あんまり行かなくてもいいかっていうのは大都会はあんまり行かなくてもいいですかね。ただ東京でも檜原村っていうね、東京に唯一ある村ですね。島を除いてある村、唯一の村ですけど、あそこは雰囲気いいとこですね。あ、そうですか。知らないね。奥多摩か。のね、東京で島を除いて唯一の村なんですよ。あ、そうなんだ。東京にも一つ村があるんですわ。東京都檜原村。いいですね。なるほど。行ってみたいところばっかりですけど、じゃあですね。キャンピングカー、それも軽キャンピングカーじゃないですか。で、お二人でワンちゃん2人もいたりとかして、2匹いたりとかして、で、ちょっと困ったなと思うような出来事ってありましたか？キャンピングカーで。軽だと登らない道が1箇所あって、国道なのに登れずにバックしてきました。それどちらですか？大阪と奈良だったかなのなんか境の道で1回ありましたね。県境の道で。で、そうだ、あそこ面白かったとこあった。私地理上の県境っていうのが結構好きで、地図はご存知のように日本は4つの県がまたがるところないんですけど、三県境っていうのいっぱいあるんですよね。3つの県が重なるところ。いや、地図書けばすぐ分かると思うんですけど、その3つの境で唯一車で行けるところが、埼玉、栃木、群馬のところにあるんですね。そういうところ好きでしたね。で、なるほど。困ったことっていうのはそういうとこ行きたくても行けないですね。川の真ん中とかね、山の上とかそうなんですからね。そんな感じですわ。それで、生活するのに困ったこととか特にないですか？全国行きながら水の問題とかそういういろんな問題って結構抱えている方いっぱいいるんですけど、水がね、意外と困るようでまだ困らないんですけど、一番ね身近にあるのがゴミの問題。そうね、ゴミはね、ゴミね、どこ行っても家に持ち帰りましょうって言うけど、旅しとったら家がないわけですよね。そうですよね。で、家が車だとしたら車の中今時もうゴミでいっぱいになってるはずですけどね。で、やっぱり進んでいるところは道の駅でゴミ袋を売ってくれて、そこで処分してくれるよっていう道の駅もあるわけですわ。道の駅で？道の駅でもありますし、それからちょっとした北海道のどこだったか忘れちゃったんですけども、その公民館みたいなとこでもそれをやってくれたとこがあった。だからそういうのが増えたらこの問題はなくなるんですけど、ゴミは本当に苦労しますね。そうですよね。でもゴミって出ますからね。出ます。あとは、洗濯、コインランドリーを探すのはいいんだけれども、コインランドリーやってる間はゆっくりのんびりすればいいけど、大体のんびりできるような雰囲気のところにコインランドリーはないですよね。住宅密集地にあるから、のんびりっちゅうわけにいかない。だからそこでどうしても1時間2時間止まりますよね、行動がね、コインランドリー。あとは温泉のあるところはいいけど、そう少なくなるとどこでね温泉を探さないかんということも出てきますよね。そんな感じですかね。困ったことっていうのは。あとはもうガソリン代がやっぱり高いですよね。今は高いですよね。本当高い。軽といえども十数キロしか走らないから、結構ガソリン代は痛いですね。燃費どのぐらいですか？12キロぐらいかな。12キロ。それでもね12キロ。でもね、普通軽だったらもっと走るんだけど、キャンピングカーとかそうですよね。重みがありますからね。重いからダメですね。あとはやっぱり重いからかな、タイヤが2回バーストしましてね。バストしました。完全にワイヤーが出てしまって、で一人ではどう修理もできないから、JAF に入っててよかったです。我が家も JAF に入りました。JAF の特典はいっぱいありますからね。温泉も安くなるところ。本当ね。JAF 一周されるならそういうのに入った方がいいと思いますね。そうですね。で、実を言うとこれでは2周したけど、その前に普通車で1周したことがあって。そうなんですか。合計3周しましたけど、やはり日本は広いですね。なかなかいいと思いますよ。
そうですね。まあ、北海道はとにかく物も美味しいし、もういいですね。どこに行ってもいいです。それでキャンピング場もほとんど無料のところが多くて、車も止めやすいし、でそのキャンピング仲間を作るためじゃないけど自然とできてきますよね。あそこは北海道目的に行かれる方がたくさんいますから。そうですよね。例えば東京回っててもキャンピング仲間ほとんどいないんだけれども、北海道行ったらもうどこ行っても必ずいますよね、季節になれば。そういう意味で仲間と触れ合うのが好きな方は特にいいでしょうね。北海道はいいと思います。そうですね、自然も多いしね。九州ぜひ鹿児島の方も行ってみてください。そうなんですよ、行きたいんですよね。鹿児島も行きたいね。桜島。あれ桜島だっけ？桜島、そうそうそう。桜島の噴火見てきてください。運が悪いと本当に灰かぶりますよ。ああ、そう。傷だらけになってきてください。いや、傷だらけになるのは嫌なのであれですけど。で今回種子島も行ったけど種子島もいいとこですよ。はい。そうそうそう。ちょうどね沖縄のなんとか2分の1縮小サイズみたいな感じで、なかなかたまたまねロケットの打ち上げがあったんで、そうですね。あれはもう今年はないらしいですけど、また機会があったらそこのねなんて言ったっけな、南種町って書くのかな、それにふるさと納税するとロケットの打ち上げの時の桟敷席に入れるという特権があるんでふるさと納税どうぞやってください。私すごい頼まれたわけじゃないけど宣伝しましょうね。桟敷はすごいかもしれない。でもこの間写真見せていただいたのでも随分すごかったけど、倍近づけるところがあって、そこも一般の方も入れるんだけど抽選になるんだけど、ふるさと納税した方にはご招待があるみたいですよ。すごい。ぜひ検討してみてください。すごいね。あと九州はやっぱり芋焼酎の好きな人には最高ですね。あ、そう。はい、芋焼酎が美味しいですね。私そばはダメだけど芋が好きでね、芋焼酎美味しいですわ。そういえばこの間四国も行かれてましたよね。四国ね、もう最後2週目になったらどこ回っても一緒かと思ってやってないことって言ったら、88箇所行ってみるかと。だいたい1ヶ月ぐらいで回ってみましたけど、最初に回ったお寺の印象が一番強くて、最後の頃になったらもう数を減らすだけになってしまってで、空海さんには申し訳ないんだけども、回るだけになってしまったけど、やってみるとやっぱりいいですね。達成感はありました。やってみたいなと思うんですけど、歩きますかね。3カ所ぐらい車で行くのが難儀なとこあるけど、それでも頑張れば行けるんですよ。で公共のケーブルカー、ロープウェイ、それからシャトルバス、これを使えばほとんど歩かずに。そうですか。歩くの嫌いな人と一緒に行きたいと思っているので夫が歩くの嫌いなので、歩かなくてよければ88箇所回れるかな。回れますね。物理的には歩かなくても駐車場からは歩きますけど、駐車場が離れたところはその3箇所ぐらいを、ケーブルとそのロープウェイと今言ったシャトルバスを使えばちょっとお値段は張りますが、歩かなくても済みますね。ありがとうございます。どうぞ皆様も頑張って日本5周ぐらいしてみましょう。もう本当にスペシャリストですから、これからもいろいろなことを教えていただきたいと思っています。亀仙人さんでした。ありがとうございます。どうぞ、直美ちゃん。いいね。そうそう。ゆっくり上げてね。金目ってもう今ものすごい高級魚でね。高いでしょ。これ島で採れた金目だそうです。今伊豆行ってもさ、金目が足りなくてさ、で輸入の金目が多いんだよね。そうなの。伊豆はね、金目の煮付けとかいうのもあるでしょ。ありますよね。で金目が足りなくて輸入が多い。やだ。そう、伊豆の金目じゃなくて、
はい。これね。これ豚鳥鳥。豚鳥鳥。豚鳥鳥でけるだけのこと。今開いてないから。はいはい。ちょっと待って。もうちょっとだけ。ごめん。はい。じゃあちょっとひろみちゃんも。前のようにジャック・ニクラウスおかしいよ、みんなに怒られちゃう。切ってるだけじゃん。なんかあやれるよ。やってないからこの切り方だよとか言われそうじゃない。日頃やってないのバレちゃうじゃん。はい。お前リードがあるからこの建物にそんなするの私はマヨネーズ入れちゃう。はい、お願い。それで押します。はい。せーの、3分ですね。大丈夫よ。全然。大変やな。直美さんにバトンタッチする。私。こうから。またね。ありがとうございます。キャンピングカーを購入したら一度は夢見る日本一周を2周3周もされている亀仙人さんが沖縄に帰られるということで計画された送別会に今回は参加させていただきました。いろいろなお話を伺うことができて行ってみたい場所も増えました。皆様はいかがでしたか？亀仙人さん、突然のインタビューに笑顔でお話ししていただきありがとうございました。参加された皆様、いつもおいしいお土産をありがとうございます。またお会いできる日を楽しみにしております。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。